Japan is known around the world as a rights-respecting democracy that protects civil liberties. However, its justice system is facing international backlash from unjustly detaining people awaiting criminal charges. This was highlighted by the high-profile case of auto tycoon Carlos Ghosn in 2018. Ghosn was arrested on suspicion of misconduct while he led Nissan Motor Corporation. He was detained for more than 4 months on charges of false accounting without a confirmed trial date. この問題は別にゴーンさんが特別だったわけではなく、多くの日本の被疑者被告人はこれまで同じような状況に置かれていたと言えるかと思います。逮捕された段階でもうその被疑者は有罪であるというふうな推定を社会から受けてしまいます。そして勾留されますと最大で23日間起訴までの間身体を拘束されるということになります。さらにこの23日間はまた別の被疑事実で逮捕勾留が繰り返されるということになると、この23日間が複数回繰り返されるということになります。Katsuzo Nakamura, a tax accountant, was arrested in 2016. He was detained for more than 5 months and eventually charged with violating bankruptcy law. 否認してました。っていうのは訴えた時弁護士管財人は一度も会ってないんです。そして話もしたことない、一度も会ってない人になんで僕訴えられるのとは何度も言ってました。At the time of his arrest, Nakamura had pancreatic cancer. Without access to the right diet and adequate medical care, his health deteriorated rapidly. 病院に入れてくれっていうことを何度も訴えていても却下されたんですね。一切がんについての治療は全くされませんでした。で、7回の保釈申請却下があり治療を受けられなかった。罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるなどとして裁判所が保釈請求を認めないというようなケースもあります。Nakamura was finally granted bail after 156 days. The Tokyo District Court exonerated Nakamura of being a main accomplice, but found him guilty as an accessory, a conviction he later appealed. 令和1年の5月29日は判決の日で、主人は自分がいけないから3時ごろ田代先生からお電話をいただきまして判決が出ましたっていうことで上告しますかって言われたらするで金の心配いらないからやってくれ俺は無罪だって言って頼むって言ったのを聞いてその日の夜ですね亡くなったの。検察官が一旦起訴してしまえば、その 99% 以上の事件が有罪になるという有罪率の高さというのが日本の刑事司法のもう一つの特色です。そういう無実を訴えている無罪を主張している人たちの本来権利が保障されるべきなのに、推定無罪の原則というのは本来有罪判決を受けるまでは無実と推定されるんですね。The Japanese government should ensure Japanese laws can establish a criminal justice system in line with international law. The rights of suspects should be protected, and prosecutors and judges need to stop abusing the law. Koki Takatsu, a construction worker, was accused of child abuse in 2017. He denied the allegations, but was detained for more than 2 years before eventually getting bail. 生まれて1ヶ月記念日に民事意識を失って
結局僕が心臓マッサージとかをもうパニックになっちゃってやったことで、その肋骨が折れたりとか、大学病院の方に搬送されまして、その2ヶ月後の、3月22日に、息を引き取ったっていう形ですね。地獄の始まりみたいな。もう朝5時ぐらいにそのまま警察署入って、僕夜7時ぐらいまでずっといました。要はもうこれ言えば今日帰っていいからみたいなところで、なんかそのあっちの意向に寄り添っちゃった意見を言っちゃったんですよ。そしたらそれだけいいしてもらえて、今思えばそれが自白の強要なのかなって思って、要はあやしてたことを揺さぶったような方に変換されて、取り調べの場面というのは結局弁護人も立ち会わないで、裁判官もいない検察官が一方的に尋問する場です。でそういう場で尋問をして、供述したこと、それを本当に証拠の中心として扱っていいのかという問題もあります。10月の逮捕後は面会もできない、手紙も出さない中で、周りがどうなったかもわからないまま結局離婚届をいきなり突きつけられて、妻の実家に警察が追い打ちをかけるように、あなたの旦那さんはこういう人でもうこういうことをやってとか、離婚をした方が絶対いいですよみたいな、そんな人ともういたくなくなったとか言って最後にうちの母に言ってたらしいんで、初めて自分に負けたなと思ったのは、その自殺したいって真剣に思うようになって。Takatsu was granted bail in 2019. 2 years later, the Tokyo High Court acquitted him in the final verdict. 本当にここまで長かった。まさか本当に叶うとは 1% も思ってなかった。釈放されたらもう最初の1ヶ月はもう人と一切会わなかったですもん。他の人はもしかして自分のことを報道で見て知ってんじゃないかとか、もうそういうなんか逆に自分が怖くなっちゃって、夜勤の仕事にちょっと行ってみたりとかした時に初めて、今少し自由っていうのはこういうことなんだなって。